こんにちは、八代あかねです。人生初のデザインフェスタに行ってきました。いやー、本当にいろんな意味ですごかったです今回ね、この11月11日の土曜日と12日の日曜日の2日間開催なんですけれども、私は今回12日の日曜日のみ参加してまいりましたね。東京ビッグサイト西&南ホール全館ということでね、広かったですね。正直ね、今まで上博とかね、文具女子博行ってて、文具のねイベントの中では、最大規模じゃないですか。だからあれをね、大きいイベントだと思っておりましたが、もうね、デザフェス行っちゃうとね、全然小さく感じますね、文具女子博とかが。いや、もう本当にね、文具女子博何個分あるんだろうっていうぐらいすごく広かったです。もちろんアート全般のねイベントなので大きくなるのは当然のことなんですけれども、とても広くてとても見どころがいっぱいあって、お祭りのようなねイベントでございました。朝ね11時からスタートなんですけど、私はね3時間前ぐらいの8時に着くぐらいに行きましたね。なのでね、雨降っててすんごい寒かったんですけど待ちましたよでもね、もう私が行った時点で結構すでに並んでて、5時から並び始められるらしくてね、やっぱりねこう限定ものとか狙ってる方はね5時から並んでる方もいたみたいで、3時間前でこの並びかっていう感じではありました。終わりは7時までなんですけれども、もうね結構5時過ぎぐらいになってくるとちらほらと撤退されるブースさん、売り切れちゃってとか帰りの便がとかっていう感じで撤退されるブースさんがね何個か出てき始めたので、私は6時ぐらいまでいるっていう感じで、ほぼフルで参加いたしました。今回もいっぱい買ってきましたよ。予算的にはねだいたい上博と同じぐらいの予算で行ったんですけれども、やっぱりね上博って紙物じゃないですか。だからすごく重たくなるんですけど、今回デザフェスはね紙物だけではないので、同じ予算でもねこんなに軽いのかとちょっと驚きましたね。後で全部ご紹介したいと思います。まずね、これ会場なんですけど、すごくないですか？これ西の1階のみでこんだけブースあるんですよ。これもうねブース番号が見えないぐらい小さくしないと入りきらないみたいな感じでブワーッとあってね、で真ん中に小ステージもありますからね、すごい本当に大きいフロアだなって思いました。フードコートもね結構充実してて、いろんなキッチンカーが来ててね、どれも美味しそうでした。で西の4階、これもね屋上の方までねフードコートがあったりもしてすごい広かったですね。この暗いエリアっていうのもね少しだけ散策したんですけど面白かったですね。ちょっと雰囲気が変わって光ってるものとかね、ちょっとなんか神秘的なものをモチーフにしてるやつとか、そういうのが多かったです。でこれまだ南の1階も広かったですね。一応ねこう全部の通りをさーっとねこうジグザグ通ってはきたんですよ、すべてのフロアで。だけどやっぱりじっくり見る時間は全然なくて、約7時間ぐらいねいたわけなんですけど、それでも自分がお目当てにしてるブースをしっかり見て購入した後、全部のフロアを回ってやるとね、上博とかと同じような回り方をしようと思ったんですけど、もう何せこうブースの数がね多すぎて、南の4階もこれだけありますからね、同じ規模でね。なのでじっくり見ることはもう到底できなくて、とりあえずもうさーっと首を振りながらね横目でバーッと見ていって、で気になるのがあったらちょっと覗く、でもちょっと今回違うかなって思ったらもうすぐ離脱するっていう、もう早技をね決めないと全然回りきれなかったですね約6500ぐらいのブースさんがいるのかな。すごいね数でしたね。でも本当に様々なね広い意味でのねアートっていうジャンルで集まってる皆様なので、すごい興味深いものもあったりして面白かったです。ワークショップとかもやってましたね。やっぱりねイベント行ってワークショップに参加できるのは2日両方行ってないと無理だと思いました。1日だけだとねもう自分が行きたいブースにたどり着
けるかどうかすらちょっと不安でしたもん最初。一応全部回りましたけどね、ワークショップしてたら絶対回りきれてないなっていう感じで、いつかねじっくり腰を据えてねこういうワークショップやってみたいんですけどね。でね、フードコートもとても美味しそうなのがいっぱい並んでてね、もう全部魅力的でしたね。私は一応 X の方ではねもうすでにつぶやいてるんですけど、1日目の人たちがねすごい美味しかったっていう口コミをいっぱいあげてたので、このホテルコンチネンタルの麻婆丼をいただきました。美味しかったです。食べ物系もね本当は家族へのお土産で買いたかったんですけどね、もう到底そんな時間はなく今回は見送りました。で1階の広場のところとかね、ちょいちょい何個かステージがあって、いろんなところでパフォーマンスが行われてましたね。本当にお祭りみたいなイベントでした。でこれもう次回の開催がね決まっていまして、次は来年の5月18と19の2日間ですね。でいつもと開催時間が違ってちょっと早く始まって早く終わる感じですね。なので今回のね動画見て初めて行ってみたいなって思う方、ぜひこの日にちね予定入れておいてください。私もまた行きたいですね。今回ねもう本当にすごい人だったんですよ。ブースのね通路をこう歩いていく時にも肩と肩がぶつかり合わないとすれ違えないとか、もうむしろこうブースを見てる人たちがちょっとでもいるともう行き来すらできないみたいな、行き止まりになっちゃうぐらいすごい人で、あとね結構ブースさんごとにこう撮影 NG っていうブースさんもちょいちょいあって、なのでねいつもみたいなブースさんがどういうものを置いてるかっていうところまではほとんど動画を撮ることができませんでした。もうねいつもお世話になってるビアカルーセルさんとオビワンさんのブースだけ撮影許可いただいてねブースの写真は撮ってきたんですけど、あとはねデザインフェスタの、雰囲気を少しでも感じてもらえたらなということで全体像をね撮ってきてるので、本当に少しで申し訳ないんですけど、まずは会場の様子をご覧ください。はい。というわけでね、こんな感じでございました。私がね、撮影してるのは、いつもどのイベントでもね、だいたい自分の買い物が終わって、
って全てを見終わった後に撮影してるので、多分イベントの中では一番空いてる時間帯なんですよ。それでもこんな感じでございました。一個ずつのねブースさんに撮影許可をいただくことがちょっと難しかったのでね、今回はこんな感じでございます。というわけでね、購入品紹介に移りたいと思うんですけれども、まずは購入したものじゃない無料でいただいたものたちになります。結構ねいろんなブースさんでこれお試しでどうぞとか、インスタとかね X 旧 Twitter をねフォローするとこれプレゼントしますとかっていうものがあって、今回は私はこちらの2店舗さんはね、商品は予算的に購入できなかったんですけれども、このサンプル的なものをねいただいてまいりましたのでご紹介します。まずこちら紙物作家さんのハチコさんですね。すごいね可愛い、ちょっとオールドアメリカンな感じのこういうねレザペとかステッカーとか紙物を置いてるブースさんでございました。いやとても可愛くてね、すごいレザペとか欲しかったんですけど、もう結構最後の方にバーってね回ってる時に可愛いと思って覗いたブースさんだったので、ちょっと予算の関係でね今回は諦めました。でもねこんなシール4枚もねついてるやつぜひどうぞって言ってくださって大変ありがたいですね。大事に使わせていただきます。そして次がこちら、面白いですよ。謎解き宝探しショップということでね、そこの挑戦状を渡されまして、このねクイズが解けたらくじ引きが引けるということで、これ解いてきました。皆さんわかりますか？ぜひ分かった方はコメントに答えを書いてください。で、おみくじ引いてきました。1等から4等までだったかな、確かあって、4等はね駄菓子がもらえる感じだったんですよ。で1等はこの商品のねボードゲームを1個プレゼントみたいな感じだったんですけど、私は3等が当たりました。なんかねミニ謎解きですって言われました。見ていくと幻の鮭クンマって書いてありますね。可愛いステッカーです。ステッカー謎クマバージョン。こんな感じで6種類のステッカーがランダムで入ってるのかな。これ売り物なんですかね、サンプルじゃなくて。1個400円なのかもしれない。それが当たったってことか。すごいですね。これがどうやら謎っぽいので、これを解いてアクセス ID 書いてあるんですけど、これをやるとなんかハンターポイントっていうのがもらえるみたいですね。ちょっと後でね解いてみたいと思います。謎解きとかね結構好きで、このショップに出会う前にもう1個謎解きのゲームが売ってるブースさんがあって、そっちでねたくさん買っちゃったんですよ。なので今回こちらのブースさんではちょっと我慢したんですが、こんな感じでねパッケージがねすごい可愛いんですよね。この謎解きのね、この猫ちゃんのやつすごい可愛くて買おうかすごい悩んだんですけどね、とりあえず今日買った謎解き全部解いてからにしようと思って我慢しました。でも今見たらこれヤフーショップとか楽天市場でも買えるみたいなのでね、謎解き系好きな方ぜひ覗いてみてください。さあそれではここからが本当の購入品たちでございます。まずはこちら、じゃーん。この袋はね自前で用意した袋なのでブースさんの袋ではないんですが、まずは大本命のこちら、じゃじゃーん、オビワンさんのブースでございます。もうねこの餃子ポーチくんを買うために3時間前から並びました。本当はねもっと確実にゲットできるようにもうそれこそ5時から並びたかったんですけど、始発で行っても5時には間に合わなくてですね、もうそれだったら3時間前で残っててくれることにかけようと思ってですね、ちょっと健康も優先して3時間前に並びました。インスタライブを見てね知ってたんですけど、これ両日合わせて14個しかない商品なんですよ。これハンドメイドなのでね、各日7個ずつっていう風に言われてて、7人しかゲットできないのかと思ってですね、すごくドキドキしてたんですが、一応ね会場3分後にオビワンさんのブースに着きまして無事ゲットすることができました。これねめちゃくちゃ可愛いんですよ。いや可愛いな。じゃーん、こんな感じでちょっとね固めの生地になってて、ちゃんとねこの餃子のひだがねついてますよね。超可愛いの。この口とか目とかね全部刺繍なんですよ。めっちゃ綺麗。すごいですよね。
紙博でね、オビワンさんのブース行った方は知ってると思うんですけれども、オビワンさんご自身はこれのプロトタイプを持ってらっしゃるんですよね。で、それを商品化するにあたっていろいろ改良してくださったみたいで、こちらの餃子ポーチが完成したということでございます。一応これが第1弾の初版版ですよね。今後ね、まだまだ欲しいっていう方がいれば、第2弾第3弾と出てくるかもっていう話をインスタライブではされてました。で、これね、チャック開けるとね、取っ手がついてるのと、じゃじゃーん、なんともう一人ミニ餃子くんがいるんです。超かわいいミニ餃子くん。いや、とてもかわいい。この餃子くんの形のせいかすごい大きく開くので、めちゃくちゃ出し入れしやすいですね。サイズ感的にはこんな感じで、このミニの方はね、小さめなんですけど、めっちゃ入りそうな感じですね。いいなぁ、大事に使おう。めちゃくちゃ可愛くないですか？今後ね、需要があればまた作ってくれるかも的な感じだったのでね、欲しい方はね、ぜひコメント欄に餃子ポーチ欲しいって書いてください。おびわんさんにその言葉を伝えておきます。またね、これショルダーポーチなのでね、すごくいい。イベントの時に持っていきたいけど、これ白なので汚れちゃうのが怖いからお家で飾ろうかな。こういうの悩みどころですよね。可愛いからめっちゃ使いたいけど、白いと汚れが怖くてね、ちょっとなかなかお外に持っていけないっていうジレンマがあります。そしてまだまだ購入しております。こちらじゃーん、レトロ郵便2024年のカレンダーでございます。これもね、インスタライブで紹介されていて、いや買うでしょうと思ってね、ちゃんとゲットしてきました。1枚目がね、グレーのねトレーシングペーパーになってて素敵ですよね。で、紙博でもね売られていた真夜中百貨店の柄が表紙になってます。で、これ中がね、ポストカードで販売されている柄たちですね。このね2024年の初のやつが年賀状みたいです。で、真夜中百貨店、猫の下、ここら辺のねポストカード全部持ってるんですけどね、やっぱこれ紙質がね違うんですよ、全部。それもね、紙フェチにはたまらないし、またポストカードとはね違うカラーリングがされているのでいいですよね。リソグラフだったかな、なのでこのズレがあるんですよね。かわいい、全部かわいいです。今までねあんまりカレンダーって私手出してこなかったんですよ。だけどこれはね、このカレンダーとして使い終わった後もね、この、数字のところ切り取ったら普通にイラスト集として使えますしね。これ切手バーですね。しかもこのカレンダーにはこの真夜中百貨店の前回紙博でね切手バーのコンプリートセットを買わないとついてこなかったラベルステッカーがついてるんですよね。これは何枚あってもいいということで今回もゲットさせていただきましたね。めちゃくちゃ素敵なカレンダーでございます。でね、今回めちゃくちゃすごい人で、もう本当に回るのが必死だったのと、例のごとくね、こういうイベント一切レシートが出ないので、かなりお値段をね失念しております。曖昧なこと言いたくないので、ちょっと今回はねお値段は書いてあるものとね確証が持てるもの以外はお伝えしないでおこうと思いますのでご了承ください。もうなんかイベント終わった後ある意味放心状態になるぐらい、体力と集中力っていうのかな、魂持ってかれるんですよこのイベント。なんか半分記憶喪失みたいな。値段見て買ったはずなんですけどね。さあ続きましてこちらじゃーん、餃子のアクキーでございます。これはねもうぜひこのポーチにつけてくださいって言ってくださって、もうそのために買いました。これはね買うよね。本当はねハオチー商店とかねバニーのねアクキーも欲しかったんですけれども、ちょっと今回は他にも行きたいところがあったので餃子だけで我慢しました。でもこれでもうねもう大満足です。これが一番の狙いだったのでね。そしてですね、こまごましたものたちだったので自分のポーチに入れちゃったんですけど、ガチャガチャを引いてまいりました。1人ね5回引けるということでこんな感じだったんですけれども、なんと今回初めて当たりが出ました。いやー、もう前回ね外れてしまって、いつ出会えるかなって思ってたんですけど、今回ね5回お願いしますって言って1回目で出てくれたんですよ、当たりが。そしていただいてきたのがこちらじゃーん、めっちゃ可
わいい。しかもね、当たりが2種類あって、もう一個のは女性のイラストが描かれてるやつだったと思うんですけど、猫好きのね、私としてはこっちの柄がまず第一優先で欲しかったんですよ。で、これ柄ね、決まってるんですよね、当たりの中でも。なので、もう本当にこれが当たってくれて超嬉しいということで、これちゃんとね、ケースに入ってますね。すごい。やっぱね、当たりってそんなポンポン当たるわけじゃないんで、一回ね、当たったらね、その時に第一候補欲しいじゃないですか。まさに思ってた通りのものが来てくれて超ハッピーでございます。こんな感じでケースにしっかり入っていて、ついやつや、なんか部屋が映り込むぐらいついやつやですね。超かわいい。大正ロマンって書いてある。かわいい。で、裏はね、鏡ですね。ちょっとお部屋映っちゃうんでね、この状態で失礼しますけど、しっかりと鏡でございます。すごい綺麗な鏡。いや、これは嬉しい。ガチャガチャは1回200円なので、200円でこれ当たったら超嬉しいですよね。記念に挟んでおきたいと思います。そしてね、今回の特別な購入特典シールいただいてまいりました。毎度ありがとうございますということでね。なんかこれイベントごとにね、柄変えて作っていってくださるみたいなのでね、コンプリートしたいですよね。ね、ここにデザインフェスタボリューム58って書いてありますね。前回ね、紙箔の時はお化けだったのでね、今回はメンダコちゃんでございます。でね、お知らせが入っておりました。もう私はすでに予約してるんですけど、スタイル別イラストデザインブックっていうね、オビワンさんのね、2冊目の本が出ます。今まだ予約段階なのかな。Amazon とかでね、予約できるのでね、絵を描いたりとかデザインする方はもちろん、そうじゃなくてもね、多分センスを磨くのにすごくいい本だと思うのでね。私もちょっとまだ手元に届いてないので予想なんですけれども、でも一冊目のね、出版されてるオビワンさんのイラスト配色のね、本持ってるんですけど、全然絵描けない私でもすごい感性が磨かれて素敵な本だったのでね、買って損はないと思います。そういえばさっき缶バッジの柄をお見せしてなかったですね。こんな感じで可愛いレトロ風味な缶バッジ。前回ね5回引いてるんですけど1個も被らなくてね嬉しいです。これハンプティダンプティみたいな可愛いティータイムいいですね。大満足でございました。それでは続きましてはこちらじゃーん、ちぐはぐ雑貨店さんの人ぐるみとエビフライのぬいぐるみでございます。このチャンネルでね、ぬいぐるみを紹介するのは初めてなんですけれども、こちらね、以前のミンネのハンドメイドマーケットでも出展されてた作家さんで、このね、人ぐるみがすごい人気みたいで、前回はね、行ったのも遅かったので、もう売り切れてたんですよ。でもね、ずっとね、ツイッターとかで見てても気になってて、今回出会えたら買いたいなって思ってたんですけど、2日目で、しかも、4階だったんですよ、ブースが。だからもう4階にたどり着くまでに結構時間かかっちゃって、もう無理だろうなと思って諦めつつね、一応覗くだけと思って覗いたらラスト2点で残っててくれて、もう迷いなくお迎えしてまいりました。とても可愛いラッピングをしてくださってます。これね、取扱説明書なんですって。はい、出してきました。めちゃくちゃ可愛い。これはね、それぞれ別々の商品でございます。まずね、これエビフライちゃん。すごい可愛い。1点ずつね、手作りだから顔が若干違うんですよ、みんな。なので一番可愛いなと思うのと、あとね、この子すごい肉厚だったんですよね。エビがプリップリな感じなので、この子を選んできました。お洗濯がねできないみたいなので、コロコロローラーのコロコロとね、ファブリーズとかでお手入れねしてあげなきゃいけないんですけど、いやもうこの可愛さは買うでしょう。とても可愛い。で、こちらが、メインの人ぐるみさんでございます。すごいね、長毛でふわっふわですね。触り心地がとてもよろしいピーナッツみたいな子になっております。この子ももしかしたらね、顔の表情が若干違ったりするんでしょうけど、今回2体しかいなかったのでね、とにかく運命の子だと思ってこの子をお迎えしております。で、これ手足がね、針金になってるんですよ。だからいろんなポーズさせてあげれるので、さっきみたいにね、座らせて、で手をねこうしてあげることによって
て、こういう風にねエビフライを持たせることができたりとか、こうやってね餃子を抱えさせることもできるわけですなのでねディスプレイにすごくいいなと思って狙ってたんですよ。ついにゲットできました。めちゃくちゃ可愛いです。気持ちいい。ずっと触ってたくなる触り心地ですね。ちぐはぐ雑貨店さんということでね、インスタグラムとツイッターもやってらっしゃるので、人ぐるみね気になる方はぜひぜひフォローしてみてください。さあ続きましてはこちら、じゃん、ガチャガチャでございます。ちょっとね序盤文具というか雑貨の方をメインになってしまってるんですが、後半めちゃくちゃ紙物文具系出てくるのでね、ちょっと前半はね雑貨系をご紹介させてください。ガチャガチャ3点購入しました。これはね1個400円だったかな。もともとはフィギュアを売られてるブースさんみたいなんですけど、フィギュアの方はね2300円とか3000円とか結構いいお値段だったんですよ。まあドール系はね高いのでね。でガチャガチャ400円だったら絶対ガチャガチャの方がいっぱい買えるじゃんと思ってね、ガチャガチャを購入しました。多分お高い方はねカラーがオリジナルカラーだったりするんでしょうね。今全部開けたんですけど、これは何なのかと言いますと、じゃじゃーん、ブラックラビット2ということで、これ2なんですね。全6種ということで、6種のうちのね3つをゲットしてきました。すごいねずっしりしてるのでね、ペーパーウェイトとかにも良さそうちょっとこれ全部組み立てますね。はい、組み立ててきました。めちゃくちゃ可愛い。これ400円のクオリティとは思えないぐらいすごくしっかりしてます。結構ね重さもしっかりあるので、こういう感じでねペーパーウェイトとしても全然使える、しっかりと自立もする、自立というか座ってるんですけど安定力のあるうさぎさんたちでございます。ニヒルな笑いがいいですね。今回ね結構ガチャ運が良かったみたいで、この2体ずつある同じタイプのやつと被ることなく、ある意味全種類の違うタイプが出てくれました。この子がみかんですね。いいオレンジです。でこの子がファイヤー、すごい蛍光ピンクです。でこの子がチリペッパーです。この子はねツヤツヤしてるんですよね。いやとても可愛い。これ1個400円はかなりお安いなと思いました。このガチャガチャはどうなんだろう。普通にガチャコーナーとかで出会えるガチャガチャなのかな。特にねイベント限定みたいなことは書いてなかったんですけど、結構ビレバンとかねこういうデザイナー系のガチャガチャ置いてるので、もしね興味ある方は出会ったらねゲットしてみてください。さあ続きましてはこちら、じゃん、お化けパズルでございます。文具しか興味ないっていう方大変申し訳ない時間が流れているんですけれどもデザフェスこういうの売ってるよっていうのね、ぜひ参考に聞いていただければと思います。こういう感じでねお化けのモチーフのパズルを売られてるブースさんで、もっといろんな種類があるんですけど全部お化けなんです。でねこれ真っ白だからなのかすごく難しいらしくて、このパズルピース数そんなに多くないじゃないですか。でも出来上がるのに2時間半かかるっていう目安になってますね。大人向けのパズルだと思います。ちょっとね今はやらないんですけど難易度が信じられないくらいお化け級って書いてありますね。お化けの体が他のお化けの体の形と同じでハマっちゃう。それは確かに難しい。あ、そっか、裏と表もわからない。なるほど。同じ形のが1ピースしか存在しないわけじゃなくて他のお化けもハマっちゃうんだ。確かにここのくぼみの形とかが全部一緒だったりするんですね、きっとね。それは難しそう。これはねじっくりやりたいと思います。これがね確か2000円はいかないぐらいだったと思います。ちょっと1000円以降の値段忘れちゃったんですけど、2000円はしなかったですね。他にもねお化けの目が光るパズルもあって、それすっごい可愛かったんですけどね1万円以上したのでねちょっとやめましたでこちらのお化けパズルさんではこれ確か300円だったかな、ちっちゃなねお化けのハンコが売られてました。めっちゃちっちゃい、でもしっかりお化けのハンコです。これはねワンポイントで使いやすそうだなと思って買ってきました。可愛い。であとガチャガチャですね。これ1回300円だったかな。マグネットになってます。なんかパズルを作る段階で出る B 品、そのちょっと表面に傷があったりとかっていう木をマグネットにしたやつですね。
杉の木を使ってるんですね。とても可愛い。あ、ツルツルいいですね。すごいね、軽いんですよ。杉の木。分厚さはね、それなりにあるんですけど、すごく軽いのでね、マグネットの重さで落ちてくるみたいなことは絶対ないかなっていう軽さです。で、強力磁石ね、ついてるのでね、使いたいと思います。本当はね、いろんな形のお化けさんがいたはずなんですけど、私2回引いたら2回とも同じお化けさん出てきちゃいました。かぶっちゃいました。こういう風にね、合わせていくんでしょうね。マグネット、大事に使いたいと思います。ガチャガチャってね、見るとついついやっちゃうんですよね。さあ、それでは続きましてがこちら。じゃん。グルコさんのブースで購入したポストカードと、あと、くじ引きで当たった景品ですね。このね、なんとも言えないキャラクターチックな3人組に目を奪われてしまいまして、ゲットしました。最初はね、このポストカード2枚だけを買うつもりだったんですけど、1回300円だったかな。くじ引きを引くと、そのくじ引きの景品の中に、このポストカードをプレゼントっていうのがあって、くじ引きをね、とりあえず1回引いたんですよ。そしたらポストカードが当たりましてこういうね、くじ引きで何色が出たかによって賞が決まるんですけど、結局3回引いて全部違う賞でした。で、1回目がポストカードとこのメモ帳がプレゼントっていう景品で、2枚欲しかったうちのね、1枚はくじ引きでゲットすることができました。このメモ帳がね、単品でね、400円かなんかだったので、もうすでにね、お得なんですよね。くじ引き300円なのでね。で、2回目引いた時にアクリルキーホルダーが当たりまして、こちらですね。かわいい。本当はね、タヌキが一番欲しかったんですけど、タヌキ売り切れだったのでね、こちらの猫ちゃんにしました。めっちゃ可愛いのと、この黒い部分がちょっとシリコンっぽいのか、盛り上がってて、なんか若干柔らかさを感じる線になってるんですよね。すごいね、アクリル分厚いし、可愛いです。見てて元気が出るアクキーですね。これもね、普通に販売されてるやつなんですけど、定価よりね、くじ引きの方がお得にゲットできたので嬉しかったですね。で、最後、こちらですね。確か缶バッジ2個セットがこのブラインドバッグで当たるっていう賞で、まだ私も中見てないんですよ。どんな缶バッジが入っているのか。いきます。じゃんじゃん。かわいいタヌキの壁にくっついてるやつと、あと3人組ですね。これめちゃくちゃいいな、当たったな。かわいいです。缶バッジ2個でね、300円なのでめっちゃ安いなと思います。というわけでね、結局ね、ポストカード1枚分しか当たらなかったので、もう1個はね、100円で自分で購入しました。めっちゃ可愛い。初めて出会った作家さんなんですけど、とてもこのキャラクターが可愛いと思ったので、こういうテイストのイラスト好きな方はね、おすすめでございます。Twitter と Instagram やられてますね。あと LINE スタンプも販売されてるのかな？ぜひチェックしてみてください。これ見てて元気が出る感じのイラスト楽しいですよね。すでにね、場所がなくなりつつありますが、続きましてはこちら。じゃん！みさとさんのブースでございます。このね、なんとも言えないちょっとシュールな猫ちゃんとかのイラストを描かれてる方ですね。で、これインスタグラムとかね、X フォローするとポストカードプレゼントということで、こちらのポストカードいただいてきました。これ猫島の猫ちゃんたちの写真なんですって。それにね、イラスト描かれております。ミス猫島って書いてある。めっちゃ可愛いですね。いや、いいシーンを撮りましたね、これね。すごい。そう、選んでいいですよって言われてめちゃくちゃ悩みました。でね、こちらがね、お名刺ですね。めっちゃ可愛いお名刺です。レースもやられてるっぽいですね。で、ここではね、ガチャガチャを引いてきました。本当はね、猫ちゃんのガチャガチャが出てくれることを期待したんですけど、残念ながら1個も猫ちゃんは出ませんでした。でもね、めっちゃシュールで可愛いの、どれも。9位がね、どうぞって言ってますね。めちゃ可愛い。しかもね、サイズ感結構大きいんですよ。これね、300円だったかな？ 300 円か400円かのどっちかの値段だったと思います。立派な缶バッジですよね。こちら、お芋。焼き芋ですかね。かわいい。これがね、一番好き。蜂に刺された。めっちゃ腫れるやんっていうね。しかも尻尾振ってるし。すごいいいなって思いましたね。
で今回ね猫出なかったんですけれども、とてもゆるいシュールな感じのイラスト描かれる作家さんなんでね、また出会ったらなんか猫グッズゲットしたいなと思います。さあ続きましてはこちら、じゃん、マルーンさんとギモさんのブースでございます。隣同士でねやられているブースで、なんかどうやらお友達さんみたいなんですけれども、それぞれでね購入してきました。このマルーンさんでいただいたビニール袋なんですけど、これがね背景紙で入ってて、もうねちょっといろいろ詰め込んでボロボロになっちゃったんですけれども、めっちゃ可愛いですよね。いろんなキャラクターが描かれておりますね。本当はポスターとしてね綺麗に撮っておきたかったんですけれども、ちょっと残念ながらねカバンの中に入れたりしてちょっとシワがね入ってしまいました。まずギモさんのブースですね。ギモさんインスタと X、 あとこのリットリンクってやつやってますね。3つ目のキャラクターを描かれてるイラストレーターさんなのかな。でもどれもなんかすごいポップでね可愛いんですよ。でこちらのブースではねガチャガチャを引いてきました。これねちょっといくらのガチャガチャだったか覚えてないんですけど、でも200円か300円だったと思いますね。で今回ね猫ちゃん当たりました。3つ目の猫ちゃんでございますね。普通ね3つ目ってこう妖怪チックですけど、やっぱ描き方がポップだからでしょうかね、とてもね可愛らしいと感じました。猫ちゃんが当たって嬉しい。そしてお隣のねマルーンさんのブースなんですけど、すごいいっぱいねキャラクターいるんですよ。172キャラクター。これねなんかキャラクターのね関係図いただいてきました。後でじっくり読みたいと思います。めちゃくちゃ可愛いんですよね。ダフィーさんが書かれてるのかな。インスタ X リンクツリーありますね。グッズはここからも買えますって書いてあるのでね、気になる方ぜひ見てください。このねショップカードもめっちゃ可愛いです。ここではねくじ引きをやっぱりやってきました。デザフェスはね結構ガチャガチャとかくじ引きとかをやられてるブースさん多くてですね、もうそういうの大好きな私としてはワクワクしちゃっていっぱい引いてきました。まず500円でアクキーが当たるっていうくじがあって2回それを引いてきました。全部ね何のキャラクターが当たるか分かんなくて、このキャラクターが全部アクキーになってるっていう。でガチャくじ引き引いて開けるとそのキャラの名前が書いてあるのでそれが当たりっていうことで、今回ねこのアップルっていうねリンゴの子と、あとパーティーです。パーティーちゃん、犬のおまわりさんですねが当たりました。あ、これねアップルじゃなくてアポーさんですね。アポーさんもうね本当にどのキャラも可愛くて誰が当たってもいいやと思ってね、逆に2回引いた時点で超可愛いじゃんと思って、もっと欲しいなと思ってもう一回引こうかすごい悩んだんですけど、グッとこらえました。めっちゃ可愛い。であとねインスタをフォローするとね1回カード出すを引けますって言ってくださって、引いたらねジェリーっていう子が当たりました。ちゃんとキャラクター設定があるんですよね。でこれがそのカード出すの5枚パックだったかな。ちょっと今回このキャラがねすごい可愛いと思ったのでカード出す買ってみました。これねブラインドバッグなんで何が入ってるかわからないんですけれども、じゃん、あ、可愛い。ロックって書いてあるマルーンレコードの店長。ストーリー性が可愛いですね。次がじゃん、サボテンだ、可愛い。次がじゃん、お、バーガー可愛い。これ可愛いし集めたくなっちゃうな。じゃん、あ、これすごいキラキラだ、マウシーかわいい。キラキラカードもありますって言ってたのでね、いいなって思ってたんですけど入ってました。やったー。でじゃん、最後ピッツァさんですね。ピッツァバーガーにピッツァさん、食べ物多いな。いやめっちゃ可愛いですね。これは飾っとこう。タイルみたいにねこう壁に貼っても可愛いですよね。いや可愛い。もう1パック買ってもよかったかも。さあまだまだいきますよ。続きましてはこちら、じゃん、肩幅狭しということで、もうねこのネーミングセンスに惚れてしまってね購入しました。この袋も可愛いですよね。これね両面違うポーズだ、可愛い。で、購入したのがこちら。まずこちらがねフォローするといただけたポストカードでございます。お米のくまさんにカレー乗ってますね。めっちゃ可愛い。でこれがね
これいくらだったかな、300円とかだったかな。でこれはくじ引きかな、箱にね手突っ込んで選んで取るってやつだった気がします。両方ともとても可愛いリンゴのクマさんと蜂のクマさんですね。この蜂はなんかねシンガラらしいです。めっちゃ可愛い。これもねもっとやりたいなと思っちゃったんですけど、ちょっと予算の関係で諦めました。でこれがブラインドバッグ系きらめく缶バッジコレクションということで、なんかラメとか蓄光とかオーロラのちょっと豪華な缶バッジが入ってる袋ですね。これはねちょっといくらか忘れたんですけど、このくじ引きのやつよりは高かったですさあ4種類あるんですけど、何が当たるかいきますよ。せーの、じゃん。おー、これは蓄光ですね。蓄光ということで光を吸収して青くなるやつですね。おー、もうおー、すごい光りますね。かわいいな。これいいですねかわいい。買ってよかった。いやもっと買えばよかったかな。でもこういうのね被りが怖いんでね、ちょっと今回1個にしました。でもめっちゃいいの当たった。それでは続きましてこちら、じゃん。ちょっとね文具系になってきたんですけれども、一応今ねキャラクターチックなものたちを重点にご紹介しております。アングリーベイビーズっていう作家さんですね。このみんなちょっとねなんかこういかつい顔してる動物の赤ちゃんみたいな可愛いコロンとしたねキャラクターのイラストを描かれている方ですね。すごい可愛い。このねクリアファイルはねなんか300円か400円のどっちかだったと思います。すごい安いなって思いました。アンベビ、怒った目をした10匹のベイビー、アングリーベイビーズということでね、全部のキャラでねステッカーがあったりラバーキーホルダーがあったりしてね、とても可愛いなと思いましたね。こういう絵柄好きな方ぜひねチェックしてみてください。ちょっとオールドアメリカンっぽい感じ。そう、アメリカンレッドって書いてありますね。まさに私の好みドンピシャで気になってたブースさんだったんです。でねここはねクロッキーも売ってて、オリジナルクロッキーめっちゃ可愛くないですか。これね800円とかだったと思います。中身は多分普通のクロッキーだと思うので、あ、でもクロッキーなのこれ。白い。あれこれクロッキーなの？クロッキーって黄色じゃなかったでしたっけ？あ、ホワイトって書いてある。なるほど、中のペーパー違うやつもあるんですね。私ねこのクロッキーのねこのスクエアのやつを MT ラップのねアルバムにしてるんですよ。今文具女子博のやつ使ってるんですけど、可愛いじゃんと思ってね購入しました。さあ続きましてはこちら、じゃん。ユーブーツさんでいいのかな。とても可愛いねモンスターなのかなキャラ描かれてる方で、ここもねブラインドだったんですよ。こんな感じ。モフスターのモフモフご飯くじということでね、全6種類各500円ということでね、これのね本当はハロウィンバージョンもあって、そっちもすごい欲しかったんですけど売り切れだったんですよね。多分1日目で完売してたのかな。ショップカードがめっちゃ可愛いです。ウログッズさんですね。 X とねインスタやられてるみたいです。こういうくじ系ワクワクしません？私すぐ買っちゃう皆さんどうですか？あんまり興味ない？さあ行きますよ。まず1個目、じゃん。お、わかんない。じゃん。嬉しい。一番欲しいと思ってたお子様ランチプレートですね。めちゃくちゃ可愛いアクキーでございます。全部モンスターになってますね。めっちゃ可愛い。これね正直上から触ってわかるかなと思って触ったんですけど、全部同じ形だったんですよ。ということはもしかしたらこれもお子様ランチかもしれないですいやーかぶんないでほしいな。いきますよ。2個目、じゃん。やっぱりかぶっちゃった。全部お子様ランチだったのかな。残ってるやつがもう少なくて5個ぐらいしかなかったんですけど、触ったら全部同じ形だったんですよ。他のやつがオムライスだったりとかカレーだったりとか、お皿の上にご飯が山盛りになっててスプーンが刺さってるっていう全部同じ形だったんですよ。それとあとこのハンバーガーだったんですよ。だから同じ形ってことはそのスプーンが刺さってるねご飯がモリモリになってるやつなのかなと思って2個買ったんですけど、まさかの同じでしたね。これは1個は飾って1個は身につけたいと思いますいやーそっか、かぶっちゃった。こういうねブラインドバッグはねかぶるっていうのがねありますからね。もうこの500円の中にねこの開けるワクワク感も入ってますからね。さあまだまだいきます。続きましてがこちら、
ちらはね、とても面白い猫さんのアクキーを売られてたブースさんでございます。じゃん、古澤鈴香さんのブースですね。このね、インクの猫ちゃんなんですよ。可愛らしい変わった猫ちゃんのイラストを描かれてる方でございます。X やってらっしゃいますね。通販もやってるみたいなので、このねテイスト好きな方ぜひ覗いてみてください。こういうねイラストも描かれてますね。で、今回購入したのがこちら。めっちゃ可愛くないですか？インク猫ですよ。インクがこぼれて猫になってるんです。すごい可愛いなと思ってね、これは Twitter で見た時からね、気になっておりました。こちらね、1個ね、900円でございます。他にもね、可愛いアクキーあって、悩んだんですけど、アクキーだらけになるなと思ってね、1個で我慢しました。とても可愛いです。さあ、まだまだいきますよ。続きましてがこちら。こちらはね、一目惚れして購入しました。じゃーん。猫のアクリルスタンドです。こちらね、アニマルさん、あって書いてありますね。ハウコさんっていう作家さんみたいです。ツイッターとかね、やられてますね。壁に積み猫のイラスト描かれてたんですよ。で、このアクリルスタンド売られてて、しかもね、これがね、確か1000円だったんですよね。安っと思って、このねカラーで、しかも結構大きいんですよ。これで1000円なのかと思ってね買いましたね。猫好きとしてはたまらないアクスタですよね。かわいい。大事に飾りたいと思います。やっぱりね、こういうイベントはね、チェックしてなかった作家さんとの一期一会の出会いっていうのもね、醍醐味ですよね。続きましてはこちら、じゃん。新井桐子さんのブースでございます。以前ね、ニャンフェス行った時にもね、購入品ご紹介してるんですけれども、前回はね、そのニャンフェスだったので、猫グッズしか置いてなかったんですよ。でも新井桐子さん一番有名なのこの狼くんなので、今回はね、前回買った猫の缶バッジと揃えて飾れるように虎とあと狼さんを購入しました。これね1個ね600円とかだったと思います。めちゃくちゃ混んでるブースでした。長蛇の列になってて、もう折り返して折り返して折り返してっていう感じで4列ぐらいになってたかな。すごかったですね。めちゃくちゃ人気の作家さんでございます。さあちょっとね、机の上がごちゃごちゃしてきてしまったので、一旦机の上片付けます。